皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士団の村中修二です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。振り飛車対飛車、三間飛車対左美濃というね対抗形だったんですけれどもね、今回軽くさばくということをね、テーマとかね念頭に置いてさせてみたんですけどね、そういったあたりもね大盤でね具体的に、解説していければいいなと思っております。最後までぜひぜひお楽しみください。はい、ではね早速大盤の方で解説振り返りの方ねやっていきたいと思います。本局私の先手で7六歩8四歩に7八飛車とね、実は本局ね、先手番だったので早い飛車戦法をねやりたくてね、これ相手の方が3四歩とつけば、7五とついて早い飛車戦法なんですが、実はねこれ8五歩と相手の方がねついたのが慎重な手でして、こうつくことによってね早い飛車戦法実はね角道が空いてないとやりづらいんですね。ここで7五歩とついても8六歩と突かれてねなかなかさばきづらいということでね、これちょっとしたね、本局と地味なところなんですけど、本局早い飛車のね地味な講座でして、これ7六とね上がらしてから3四歩とつけば早い飛車戦法をね、先手としてはちょっとやりづらいよというところでした。で6六とつきまして6二銀ですね。これで別に形勢云々ではないですかね、通常の三間飛車の戦いになりました。で4八玉4二玉6八銀3二玉に3八銀と、私のはね美濃囲いで組んで、場合によってはね穴熊に対しては、端攻めなどでね戦っていこうとかなという駒組みでした。3九歩と囲ってね。ということはね1四歩と、この手で穴熊の可能性が減りましたね。居飛車穴熊は基本的には端歩をね自分の方から突くというのは非常に珍しい、あまりないとこですね。端歩は突き越させてね先手ね指させて指すっていう方が多いので、1四歩をね居飛車側がついた場合には急戦策が多いですよね。実戦本局も1六歩に5四歩とついて、5八金左に5三銀で2八玉に7四歩とね、この歩を突いたことでねいつでも先手の角頭をね攻めてくる可能性がありますね。具体的に言うと7五歩同歩、6四銀っていうのが一番スピード感のある攻め方でね、先手としてはこの攻めをね一応常に警戒しておく必要がありますね。で一番手堅い指し方は、6七銀と上がっとく手なんですけれどもね、こうやっておけば7五歩同歩6四銀には一例ですけどね7六銀と上がれば、銀の応援に銀には銀で受けることができます。ただ本局ね私の方としてはできればね、軽くさばいて指すというイメージで指してましたから、実際5四5六とつきましてね、後手が攻めてくればもう例えばですね7五歩同歩6四銀なら、6五歩とついたりしてねあまり金銀をね固めた状態で戦おうというねイメージで、指しておりました。この仕掛けもね有力だったと思うんですけれども、後手の方ね9四歩と一回ついて9六歩に2四歩とね、急戦ではなくて、もうちょっと左緑組むというね、持久戦と急戦の間ぐらいな感じですかね。玉をもうちょっと囲って指そうよということですね。で、4六歩と私はつきまして、そうです5七銀と私は上がりまして、2三玉に、4六歩とつきました。で、3二銀、この形、天守角美濃という囲いですね。角を移動しないで、美濃囲いに組めるというのが、一つの利点となります。弱点としては玉頭ですね。玉が振り飛車に比べて1個上に上がってますんでね、2六か2五歩のようなね玉頭を攻められる可能性が攻められた時に脆いところがあります。で、実戦は、3二銀に対して3六歩とで、6四銀、ここが後手の方の作戦の分岐点で4四銀と上がってね守備に銀を使って指す指し方もあったところです。4四銀と上がって3三銀と引くような感じですね。実戦は6四銀と攻めに使ってきました。さあここですよね。でこの銀が出たことで相手の方はねもう左に美濃プラス銀をね攻めに使うということが作戦がもうはっきりしたわけですね。でここで、振り飛車側としては作戦のね方針を決める局面でしてね、フラッと指してしまってね攻め込まれてどうしようっていうのがねやっぱり指していてね形勢を損ねる原因になりますからね、相手の形美濃囲い攻めは銀って形確定したこの局面で、しっかりね方針をね固めとく必要がありますね。本局は軽くさばくというイメージだったんですけれども、しっかりね後手の攻めを受け止めるというイメージでしたら、例えば6七金みたいな指し方もあるわけですね。銀に対して金で受けると。で7五歩ならば例えばですね角を引いておけばしっかりね金銀が手厚く守ってますから、
まあこれでね崩されるということはまあないでしょうね。こういう指し方も有力です。ただし玉が薄くなってしまうね、若干薄くなってしまうというのがまあ不満点ですね。まあこれは好みもあるんですけどね、まあ実戦はやはりこの金がねこちらに行くならまあ軽くさばくという方針だね。ちょっと半数ということで2六歩とね、まあなんかこう随分攻めてきそうな時に悠長な手だなと思われるかもしれませんけど、この2六歩をね一回ついとくだけでかなりこの王様に対するねプレッシャーが違うんですね。まあ本局は結果的には2五歩という手が出てこなかったんですけれども、まあ状況に応じてねいっぱいこう持った時に2五歩同歩2四歩みたいな手がね出てきやすいんですね、この戦型は。ですので2六歩と一回ついとくだけでかなりね攻めの幅が広がるということをね覚えておいていただけると、こう天守角美濃に対してですねということで2六歩とつきました。ただね後手としてもねこう攻めてくると言ってるのにこのなんかね受けてこなかったわけですが、当然7五歩と仕掛けていきます。そして私は6五歩とね、まあ、先ほどの金上がる感じに比べてやはり軽いっていうのをお伝えできますかね。先ほどの形こうです。ね、これがいい悪いじゃないですよ。これはどっしり受けてる感じね。どうですか、イメージとしてお伝えできますかね。まあ、言葉で軽くさばくってのは難しいんですけど、陣形でねこうじっくりこう受けてる。本局はこうですかね。どうですか、軽いですよね。軽い、どうですかね、軽いお伝えできてますかね。軽いさばきですね。まあこれいいところはやはり王様硬いところですね。悪いところはやはりこれさばけないで抑え込まれて負けちゃうってことは将棋にあるんでね、そこら辺が分岐点です。で6五に対して7七角成と取って同飛車で、5三銀ね。5三銀結構でも冷静な手でしたね。こう歩を取れるんですけどね、6五銀ですと7五歩と取られた後にこの銀が宙ぶらりんなのが気持ち悪いってことでしょうね。具体的な先手番になればね6六歩という手もあれば6七飛車と寄ってね、銀取りを受ければ7七桂のね軽いですよね。これね銀出たら飛車が走るというね。なのでかえってこう銀がすいません銀が狙われやすいということで、まあ実際はねこの時に5三銀と引いたんですね。これはでもやはりかなり指し慣れてる形じゃないとできない手ですよね。当然取りたくなるところですからね。銀引きねでもいい手だったと思います。で私は7五歩と、取ったんですが、そうしておいてから8六歩とねついてね、で同歩同飛車と、いくら軽くさばくといってもねダイレクトで桂馬取られるわけいかないので8七歩と受けたんですね。さあここでね、本局一つ目のポイントというかねでしたかね。実際はね7六歩と、一気呵成、勢い的にはこうやって攻めたいんですけれども、飛車をね8四飛車とか引いておく手もあったと思いますね。こう引いておいて、次自分ね居飛車の場になればここゆっくりね次に7六歩と打ちまして、同飛車は飛車を成る手が強烈ですし、6七飛車とね飛車成りを防ぎながら受けにはこれしかないんですけど、こうやれば7八角はね結構絶好の一手になりましてね、飛車取りと桂取りどっちも結構痛いところですよね。ですのでね、こう8四飛車と引いておかれた時先手まで結構忙しいんですよね。で今更7六歩受けるためにこうやっちゃうんだったら最初からね軽くさそうなんて思わない方がいいわけで、これ金上がらないで何かさせないといけない。具体的な例えば7四歩と突きましてね、7六歩6七飛車7八角なら6六角とねこういう反撃ですよね。こういう手はあるんですけどね、ただ後手も手順中この時にね7四飛車と歩を取って指す手があったりするので、なかなかこれ振り飛車もねさばくのは難しかったかなと。8四飛車と引かれてね先手も手が広い、この具体的な先手の番なのでね、何か先手もね7四歩とか例えば6六角打つとかねいろいろあるんですけどね、こうやっといた方が先手としてもね忙しい焦る局面だったと思います。7六歩はねスピード感がある手なんですけれども、もう飛車をねあっさり先手も取っちゃいましてね、で7七歩成同桂と応じましてね、で8八角ねこの手を多分、期待されてた手だと思うんですけどね、8五桂とこの軽くさばきまして、で香車を取られてね随分後手が居飛車がね馬もできたし香取って良さそうなんですけどね、ただ7一飛車と打ってこの局面ね結構居飛車がね大変な局面でしたね。香車を先に取ってできてるんですけれども、次に先手の番で8一飛車成9一竜っていう2手が回った場合に先手はこう桂香という2枚を取れるんですね。で後手はこの桂馬が逃げられてしまっているので、この桂馬取るのはなかなか大変なんですよね。でここまで進んでしまうと先に香を取っていてもここまで行くとその得が消えてむしろマイナスになると。なので7一の局面がかなり忙しい、後手としては忙しい局面なんですね。別に王様を攻められて忙しいとかではなくてそのが広がっていくのがもう目に見えてる忙しさですね。ただこれ5五歩と突いた手がこの手で相手の方これ非常に重宝されたんですけど、この5五歩非常にいい手でしたね。この手は素晴らしい手だったと思います。
これを同歩と取ると同馬と取って、次に5六歩4八銀4六馬ってなるとこれ嫌ですよね。先手馬がここまで来ちゃうとね。なので同馬にといって5六歩と追っても今度は馬をねここに引くと手順にね飛車取りで桂香取りを防げるということで、この5歩は素晴らしい手だったですね。先に馬ができているという利点を生かした手だったと思います。で私の方も同歩と取れないので8一飛車となったんですが、5六歩と取り込んでね、ちょっとやっぱこれ銀引くんじゃ悔しいですからね、同銀で取ったと。でこの局面もね、先ほどポイントって言ったんですが、この局面も終盤の一つのポイントになりましたかね。実際はね6六馬と引いたんですけれども、5四香と打つ手がね有力だったかなと思います。この香車を打って5五歩はね馬と香車2枚利いてるんで受けるとしてね5七歩と私は打つつもりだったんですけれども、銀を取ってしまって同歩に8九飛車と打ってね、でここ飛車を打っといて、例えば私が香車を取れば6六馬とねこう引いて馬と飛車で3九銀を狙ってね、でこの展開ですと先ほど桂香を取られたら損するよというね後手が忙しい局面で言ったんですけど、桂香を取られるまでに一応銀を取っているんで、駒の損得的には桂香と銀の交換なのでね、それほど後手が損してないんですね。丸々1枚桂馬1枚損するという話じゃなくて、でこの馬と飛車が美濃囲いを崩す絶好の位置にいますので、これは先手もね結構嫌な局面だったと思います。結構馬と飛車ね少しでも遊び馬ないですからね。景気を持ってますけどまだ後手硬いんでね、こうなるのがね一番後手としては有力だったんではないかなと思います。実戦はもちろんね相手方も5四香と打つ手はね見えていたと思うんですけれどもね、馬の活用を急いだ6六馬とね急いだわけですね。で次の手がね私の方としてはここからね流れが変わったかなと、6七金とね強く馬取りに上がったんですね。これね普通本来ね王様が金が王様から離れてしまうっていうのは王様が薄くなるのであまりいい受け方じゃないんですね。だから例えば4七金とかねこちら側に上がるとか、あるいは4七銀と引くとか、こういうのが普通は受けの形なんですよ。例えば4七金ね。ただこうやっちゃうとまた相手の番なんですね。相手の方例えばこれで飛車を打たれるとかね。でいうとやっぱ手番が回ってきにくい状況になるので、ちょっとね味のいい受け方とは言えないんですね。王様から離れてしまう味の悪い受け方とも言えるんですけど、やっぱり先手がね一手手番を握るという意味でこの金上がりが本局性してね、ここから流れが変わったかなと。で4四馬と引いたんですが4五銀と上がってねちょっと流れが一変したかなと。これ5五馬ですと5六金でねどんどん馬を狙って攻めていけるのでね。で3三馬と引いたんですけれども3五歩とねここを突くのがねもう一気のような攻めでしたね。本来ここの歩はね対局編の時にも突くのはあまりお勧めできないです。なぜかというと、この辺の駒がねどうしても後でなくなった後にここの空間にやっぱり桂馬を打たれやすいんでね。ただ本局は1枚桂馬自分は持ってますし、あとねこの桂馬逃げてるの大きいですよね。これがもし仮にですけどこういう格好だったらこの手はあんまりねお勧めしないです。桂馬を持たれてる場合に突くのはね非常に危険な手なので。ですので状況に応じたんですけど本局は突く手がねいい手になりました。で銀出られちゃいけないので同歩なんですけれども3四歩と打ちまして、で4二馬でここでね私のここでこの手をねやりたかったというね絶好の手だったわけですね。押し込んだんですけど次に歩を使ってバックしちゃうとね何やってるんだって話になっちゃうんですが、ここで2七桂というのがね私の用意してた絶好の桂打ちなわけですね。これが天守閣美濃の弱点をねついた手なんですね。王様は2二ですとねかなり受けやすいんですけど上なのでかなり厳しいで3五桂を防ぐ手がね4四銀と上がっても同銀同歩3五桂があると。で4四歩とね銀を追いに行ったんですけど3五桂と襲いかかりまして、で2二玉に5四歩とねもう一気に攻めていったわけですね。で銀が下がると4四銀でねこれはもう押せ押せになっちゃうのでね後手は4五歩と銀を取ったんですが、5三歩成と取りまして、そうですねここで、最後の、ポイントですかね。この時に、実際は同馬と取ったんですけれども、同金と取ればもうちょっとね、先手のペースなんですけれども先は長かったかなと。これでね後手の番が来て5一歩と受けれれば非常に堅い囲い一回ね持ちますしね、
ただこう胴馬だったらこう桂取りになるんでね、ついこう胴馬と取りたくなるんですけれども、この胴馬でね私の方で決め手が出ます。4一竜と、切りまして、これはね桂馬を取ったら3一角からの寄り筋があるので同銀と取るしかないんですが、ここで3三銀とね、まさに一気呵成の攻めですよね。同桂で、2三金と打ちまして、2一玉でもね3三歩成で本局とね同じ感じになります。実際3一玉と逃げたんですが2二角と打ちまして、4二玉には3三角成でね逃げ切れません。2一玉逃げたんですが3三歩成となったところで投了となりました。これはですね以下1一角成からの後手には詰めがかかっていて、防ぐ手段これほど持っていてもね完全にホイスがありません。といって先手の王様かなり豊富な持ち駒ですけれども、いわゆる桂ですね、桂を持っていると3六桂で気持ち悪いですが、桂馬がない局面なので先手の王様にもまともなね王手も続かないということで投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回は三間飛車を採用ということでね、イメージとしてはこう早い人をやりたかったんですけどできなかったんで、三間飛車なんですけれども、できるだけこう軽くねさばくということをねイメージして指してみました。軽くさばくというのはね言葉にするとなんとなく出てきても、じゃあ具体的にはどういったものがさばきなのかっていうのはね、表現するのも非常に難しいところではあるんですよね。今回そういったあたりをね大盤でね、少しでもね光受ける形と対比することで、皆様にお伝えできたらよかったなと思っております。この動画が良かったので方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。